プラ式チャンネル。皆さんどうも、プラ式です。本日は最新キットであるこちら HG144 分の1ジークアクス販売価格2200円のこちらをレビューしていきたいと思います。さあ、こちらのジークアクスなんですが、昨日から劇場先行版が公開をされているようです。まだ見てないんですけれども、この後テレビシリーズなんかも放映されるということで非常に楽しみですね。かなり独特な風貌をしているかなと思います。パッケージなんですが、こんな感じで横の部分、縦バージョンの印刷がされてました。逆側は通常のこういったノーソドックスな感じの印刷がされているという感じになっていました。そしてこの箱の側面を見てみると結構アクションポーズつけられるみたいなんで可動域広そうですね。そして色分けなんかもかなり細かくされているんじゃないかなとは思いますが、早速内容物をチェックしていきたいと思います。内袋が1つ、2つ、3つ説明書。さあ、そしてランナーなんですが、このような感じで内袋が少ないのでランナー数も非常に少ないですね。このような感じの内容。そしてランナー見てみたいと思うんですが、余剰パーツはないみたいですね。すべて新寄造系パーツとなっています。さあ、そしてまずこちらが A ランナーから、このような感じなんですが、パーツ構成がランナー内でもかなり小さいものが多いですね。結構ディテールは細かいんですが、パーツが一つ一つが結構細かい、そんな印象を受けました。このパーツなんかも結構細かいですよね。リアルグレードっぽい感じのなんかランナーの中のパーツ構成という感じがするんですが、こちらが C ランナーとなっています。色味は結構白に少し濁った白のような感じでしょうか。そしてこちらがブルーのパーツ、水色っぽいパーツのカラーリングをしてますね。そしてこちらは朱色に近い赤色のパーツ。こちらもパーツ細かいです。そしてこちらはビームサーベルでしょうか。エフェクトパーツが付属をしていました。そしてこちらがマーキングシールとなっています。結構細かいですね。そしてこちらもホイールシール、細かいものが付属しています。それでは説明書見ていきたいと思います。カラーと白黒の見開きタイプの説明書となっていました。かなり工程数は多いような気がしますが、なんか特に劇場の設定画がどうのこうのとか内容が話がっていうのはあまり触れられてない説明書となっていましたね。カラーリングなんかも結構いい感じじゃないでしょうか。プラ式チャンネル。さあ、各パーツ組み立て終わりましたので、取り付けや可動域見ていきたいと思います。まず脚部なんですが、このように膝部分の軸は一つの軸、そしてボールジョイントで足首を取り付けて脚部完成なんですが、見てください、この色分け。細かいですね。かなり綺麗に色分けがされてるんじゃないでしょうか。この足裏部分なんか結構スカスカなんですよね。肉抜きが少しあったりして。独特な脚部形状をしていますね。こんな感じでパーツなんかも細かくパーツ分けされてて、この位置なんかは上からはめ込むタイプのパーツ構成となっていました。そしてこの腰部に接続はボールジョイントで接続。このような感じの下半身ですね。合わせ目なんかは太もも裏が若干あるぐらいでほぼ目立たないような作りとなっています。可動域なんですが、こんな感じで横に開く位置、前後に開く位置、まず可動域、前後はかなり開きますね。そしてこの根元の部分がかなり可動域広く取られているので、相当自由にポージング取れそうな感じがします。膝部分も大きく曲げることが可能です。足首なんかもボールジョイントのため可動域結構設けられていますね。この位置なんかつま先部分なんかは相当動きますね。一つの軸での接続となっています。こんな感じで太もも根元も動くのでポージング非常にしやすいという感じでしょうか。本当見れば見るほど独特の形状していますよね。この下半身下部にはアクションベース用の穴が開いていました。さあ腕部見ていきたいと思うんですが、腕部のこの肘の部分も一つの軸で
接続されているような感じとなっていました。色分けもしっかりされていますね。そして肩のパーツなんですが、このように可動域も設けられていました。こちらも独特な腕部の形状をしています。さあ、そして胴体部分なんですが、こちらも色分けしっかりされていますね。このボールジョイントでこのパーツをつけると一気にエヴァらしさが出てくる胴体部分といいますか、このサイドと後ろ部分見ると本当エヴァみたいですよね。こちらも胴体も合わせ目はほぼ出ないような作りとなっています。そしてこの腕部は軸でのジョイント、このような感じ。両側つけると一気に変わりますね。この根元なんかかなり大きく動くような構成となっています。水平方向にはもうしっかりと上がりますね。これ以上も上げることは可能となっていました。可動域相当広いと思います。この根元がよく動くので、前に出す動作なんかも相当広いですね。ここまで広げることが可能となっています。上半身の可動域も非常に優秀かと思います。肘部分のこの軸なんですが、上腕部しっかり動きますね。肘もかなり可動域広いかと思います。しっかりと作り込まれているんじゃないでしょうか。このマニピュレーターもだいぶ違いますね、形状が。この平手と握り手が付属していました。そしてこの胴体部分なんですが、ボールジョイントでしっかりと可動域設けられていました。そしてこちらがバックパックと言いますか、バックパックなんでしょうが、独特の形状したバックパック、こちらの方を見ていきたいと思います。可動域、こちらも大きく取られていました。結構自由に動きますね、根元も。そして軸での接続となっています。このようにコアファイターの先端みたいなものをつけると本当コアファイターっぽい作りとなっているんですが、これも劇中で何かあるんでしょうか。さあ、そして軸で上半身に接続をするとこのような感じとなっていますが、独特な形状ですね。本当今までのガンダムにはなかなかないような作りとなっています。いいですね。さあ、そして頭部なんですが、このようにアンテナブレードの部分でしょうか、展開している部分と閉じている部分の2つが付属しています。このような感じで頭部も色分けがパーツ構成しっかり分割されていて、されているような感じ、合わせ目もほぼ目立たないような作りとなっていました。本当にこれはガンダムなんでしょうかという感じの頭部ですが、この根元部分が動くので可動域も広そうな予感がしますね。さあ、そしてこちらがアンテナブレードを閉じている状態というんでしょうか。このような作りとなっているんですが、結構これも細かく作り込まれているんじゃないでしょうか。かっこいいと思います。さあ、本体上半身に取り付けしていきましょう。ボールジョイントでの接続、取り付けしてみるとかなりあれですね。しっかりと可動域も設けられていますが、イメージ変わりますね。かなり可動域広いですね。この首の位置もこのような感じの上半身となりました。そして武装関係なんですが、このようにビームサーベルというんでしょうかが付属、そしてこのヒートフォーク的なものが付属をしていました。そしてこちらがビームライフルでしょうか。合わせ目が少しこの下部の部分に出てしまうんですが、色分けも一色ではなくしっかりとされているような感じがいいですね。かなり小さいんですけどしっかり作られていると思います。そしてこちらがシールド、裏面なんかのディテール細かく入っています。こちらも独特ですね。さあ、それでは下半身とドッキングボールジョイントで接続となります。このような感じの本体となったんですが、どうでしょうかね。このように色分けもかなり細かくされています。シールは本当ツインアイの部分だけにしか貼ってないので結構秀逸じゃないかなと思います。可動域も胴体部分かなり広いです。さあ、これでジークアクスの完成となりました。
さあ、ジークアクス素組完成しましたが、どうでしょう、このいでたち。カラーリングなんかもしっかり色分けされている。プロポーションもいい感じになってるんじゃないでしょうか。ガンダムと言いますか、エヴァンゲリオンと言いますかっていうのは仕方がないところなのかなとは思うんですけども、結構新しい感じのガンダムという感じで、これはこれでかっこいいんじゃないかなと個人的には思いましたね。プロポーションなんかもしっかりできていると思いました。さあ、少しポージングしていきたいと思いますが、可動域がかなり広いのでポージング相当決まります。ちょっとポージングしたいなっていうポーズでもかなりつけやすかったですね。こんな感じでガンダムじゃなかなか見ないポージングもできます。腕部なんかも相当動くので、遊んだりする人にはいいかもしれないですね。カラーリングなんかもしっかりとできていますし、素組みでもこれだけできているのはすごいんじゃないかなと思います。かなりポロリなんかもないので、かなりいいキットになっているんじゃないでしょうか。素組みのジークアクス、皆さんいかがだったでしょうか。それではエンディングいきたいと思います。今回 HG144 分の1ジークアクスを素組みした感想ですが、全て新規造形となっており、最新のキットらしく色分け、可動域の広さ、合わせ目の少なさなど出来の良いキットになっていました。見た目やプロポーションなどはエヴァっぽさもあり、最初は違和感を感じる方もいるかもしれませんが、実際に作ってみると各所のパーツ構成も面白く、可動域も広いためポージングもしやすいです。今までのガンダムとは違ったかっこよさがありました。難点といえばパーツが結構細かいものが多いため、ランナーから切り離す際に間違えて違う部分をカットしそうになるのと、パーツが細かいので組み立てに苦労することぐらいでしょうか。あとはシール類も結構細かかったです。しかしそれを加味しても作ってみると様々な部分の技術に感動すると思いますよ。まだ映画も見ていないので、もしネタバレ要素的な部分が本体にあったらすみません。アニメの放送や他のモビルスーツの登場など今後の展開に期待したいところですね。それでは今回はこの辺で、初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。